厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はシューベルトの歌曲魔王を解説します。学校の授業で出会ったという方も多いこの曲は一体どんな曲で、なぜ名曲と呼ばれているのでしょうか。そしてこの曲はどんな経緯で作曲されたんでしょうか。実際に曲を聴きながら一緒に見ていきましょう。まず全体から見ていきましょう。この曲には4人の登場人物が出てきます。最初に語り手ナレーターが歌い出し、続いて馬に乗った父親と父親に抱えられた病気の男の子が登場します。そしてそこに男の子を連れ去ろうとする魔王が現れます。魔王は甘い言葉で男の子を誘い、男の子は魔王に恐怖し、父親がそれをなだめ、その顛末を語り手が客観的に語ります。この4役のセリフを載せた物語をたった一人の歌手が歌い分けていくのがこの歌曲のポイントです。実際に聴いてみましょう。まず激しく不気味な前奏から始まります。これから始まる物語の怪しさと緊迫感に包まれた状況が暗示されています。そして語り手が冷静に歌い出します。続いて父親と息子が現れます。ここでいよいよ魔王が登場です。Meine Töchter wollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein, sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Dein Vater, und siehst du nicht fort, der König möchte am düsteren Ort. Mein Sohn, ich seh's genau,誘いに乗らない男の子に魔王はしびれを切らし豹変します。tot.
この魔王が名曲と言われる理由の一つが、詩の情感を効果的に豊かに芸術性の高い音楽で表現した作品であるということです。シューベルト以前で芸術性の高い声楽曲といえば、オペラやカンタータといった大きな曲が中心でした。小さな歌曲はどちらかというと歌詞が主人公で、音楽は脇役に徹するような作品が多かったようです。旋律は詩を朗読する時のリズムを真似てあえて簡単に作っていて、伴奏も歌を控えめに支える程度に作られていました。しかしシューベルトの歌曲は詩の情景や人物の心情を音楽で巧みに劇的に表現することで、雰囲気や空気感を絵画のようにまざまざと私たちに見せつけてくれます。その部分をピックアップして少し詳しく見ていきましょう。まずは冒頭の前奏部分に注目です。シューベルトの仕掛けは最初から始まっています。右手で演奏されるオクターブの連打は馬がかける音を描写し、左手はうねる風の音を表していると言われます。あるいは右手で嵐の吹きすさぶ様を、左手で馬のかけるスピードを表しているとも言われます。音は低音でテンポは速く単調で描かれています。この情景描写は事の重大さと強い緊迫感を聞き手に共有します。うねる旋律からはこれから始まる物語の不気味さが伝わってきます。この伴奏の描写性という特徴は、シューベルトの別の歌曲「糸を紡ぐグレートヘン」や「御者クロノスに若きアマ」などさまざまな作品でよく使われている手法です。それでは前奏部分を聞いてみましょう。さて次に男の子に着目しましょう。男の子のセリフは4回出てきます。その歌い出しの音の高さが4回にわたって少しずつ上がっていくのです。これは男の子の恐怖心がどんどん高まっていることを表現しています。状況がどんどん切迫した状態になっていくことも伝わってきます。少しずつ恐怖が増していくホラー映画のような演出ですね。それでは男の子のセリフの部分だけ聞いてみましょう。続いて父親に注目しましょう。父親のセリフ部分も4回あります。最初は息子が怯えているのに気づいて質問していて、2回目から4回目はいずれも魔王の恐怖を訴える息子を安心させようとなだめています。まずは4回それぞれの部分をお聞きいただきたいのですが、注目していただきたいのは長調で歌われているか短調で歌われているかです。まずは1回目のセリフです。こちらは短調でしたね。父親が息子を心配する気持ちが現れているようです。それでは2回目と3回目の部分を続けてお聞きください。こちらは2回とも長調でした。気持ちが高ぶっている息子を落ち着かせようとする父親の気持ち、あるいは魔王が見えないことへの安堵の気持ちと受け取れるかもしれません。それでは最後の4回目です。4回目の歌詞は2回目3回目と同じく息子をなだめるものなのですが、4回目は短調で表現されています。これまで息子をなだめてきたものの、いよいよ様子が明らかにおかしいことに気づいたのか、父親も不安を感じているように聞こえてきませんか？
続いて魔王にも注目してみましょう。魔王も父親のパートと同じく長調と短調がうまく使い分けられています。甘い誘いで男の子を連れて行こうとしていた魔王が最後には本性を表し力ずくでさらおうとする様子が描かれます。3回にわたるセリフを聞いてみましょう。ここで2つ注目したい点があります。1つ目はピアノ伴奏です。和音の連打で激しく演奏していたピアノ伴奏が魔王の誘いの場面ではこんな風に軽やかに変わっています。そしてもう一つの注目ポイントが音の強弱です。甘い言葉で誘っている時はピアニッシモでまるで男の子にささやいているようです。しかし最後に表現するシーンではどんどんクレッシェンドしていき、最後の暴力という意味のゲバルトという単語は強いアクセントとフォルティッシッシモで表現されています。もう一度3回分聞いてみましょう。この音の強弱は魔王のパートだけではなく曲全体を通して効果的に使われています。シューベルトがそれぞれどんな印象を私たちに与えようとしているのか感じ取ろうと聞いてみると新しい発見があるかもしれません。最後に語り手にも着目します。語り手は曲の最初と最後に登場します。この語り手が落ち着いたメロディーで入ることで物語に俯瞰的で客観的な視点がもたらされ、歌曲全体がぐっと立体的になっています。まずは初めの部分を聞いてみましょう。そして最後の部分は特に印象的です。最後の歌詞は In seinen Armen das Kind war tot。彼の腕の中で息子は息絶えていたという悲しい結末を知らせるものになっています。これまで曲全体を豪華に彩っていたピアノ伴奏がこのセリフの瞬間いきなり変化するんです。最後の語り手の部分を聞いていただきましょう。In seinen Armen das Kind war tot。この部分をあえて無伴奏にすることで聞き手は息を飲むようにこの物語の結末の歌詞に注目します。このように印象的な前奏、音の高さ、長調短調の違い、強弱などシューベルトは大胆な手法で
この魔王の死を劇的に描写したのです。ではこの名曲はどのようにして作られたのでしょうか。クラシックの歌曲はほとんどの場合、まずは詩や戯曲が作られます。そこからテキストを取り出して歌詞にし、それに曲がつけられて作品が完成します。この魔王の死の成り立ちは遡るとデンマークの民謡に行き着きます。その民謡は妖精の一撃という物語です。妖精の娘が結婚を控えた青年オールフを誘惑するも断られたために殺してしまいます。オールフは瀕死の状態で家に帰りますが、翌日の結婚式の時にはすでに亡くなっていたというストーリーです。このデンマークの物語をドイツ語に訳したのがドイツの思想家で詩人のヘルダーという人物でした。ヘルダーは原作からいくつかアレンジを加えます。最も大きなアレンジがタイトルでした。妖精を意味するエルブを一文字違いのエル、ハンノキに置き換え、ストーリーをもとにハンノキの王の娘と訳したのです。ハンノキというのは主に湿地などに生える樹木のことです。ドイツでは木に精霊が宿るという言い伝えがありました。ヘルダーは詩の内容をただ単純にドイツ語訳するのではなく、ドイツの風土や文化に置き換えて訳したのではないかとも言われています。そしてこのヘルダーのハンノキの王の娘に感銘を受けたのがドイツの詩人ゲーテです。ハンノキの生という新しいテーマが想像を駆り立て、そして書かれたのがハンノキの王という作品です。このハンノキの王という未知なる畏怖の念を抱かせる存在を日本語に訳すと魔王となるのです。さてこのゲーテの作品ハンノキの王、つまり魔王の詩に曲をつけたのが歌曲王と呼ばれるオーストリアの作曲家シューベルトです。シューベルトはウィーンに生まれた作曲家で、若くして美しい歌声を持ち作曲にも優れた人物でした。ある日シューベルトは部屋の中でゲーテの魔王の詩を大声で読み上げていました。本を片手に部屋を何度かうろうろと歩き回ったかと思えば、急に椅子に座り驚異的なスピードで作曲を始めたそうです。こうして出来上がったのがご紹介してきた名作歌曲魔王です。この曲に感動したシューベルトの友人たちは魔王を含むいくつかの曲をゲーテ歌曲集としてまとめ出版しようと考えます。出版にはゲーテの許可が必要でした。シューベルトの友人のシュパウンは自筆の手紙を添えてシューベルトの楽譜をゲーテに送りました。しかしゲーテは返事なしに楽譜を送り返してきたのです。理由は様々に言われていますが、多忙なゲーテが無名の若者の作品に目を通す時間がなかったという説が有力だそうです。しかし友人たちはこれにめげず、翌年また出版を目指しました。今度は当時のヨーロッパ最大の楽譜出版社宛てに楽譜を送ります。しかしこちらも無言で送り返されたのです。理由は勘違いによるものでした。出版社はフランツ・シューベルトの名前を見て、ドレスデンにいた同名の作曲家と勘違いしたのです。そして出版社がドレスデンのシューベルトに確認すると、作曲家は自分の名前を語られたと憤慨し、結果出版には至らなかったのです。それでも友人たちは諦めませんでした。ついには資金を集め自費出版で楽譜を出してくれたのです。シューベルトが24歳の年でした。シューベルトは穏やかでおおらかで人付き合いが良く、多くの友人たちに理解され愛されていました。これまでの歌曲とは一線を画すシューベルトの魅力的な歌曲集は順調に売れていったのです。ちなみにゲーテが楽譜を送り返した理由については諸説あり真偽は定かではありませんが、こんなエピソードも残っています。シュパウンからシューベルトの楽譜を受け取ったゲーテは、魔王の音楽があまりに斬新で驚きました。詩の朗読に沿った簡単な音楽ではなかったため、詩よりも音楽が目立っているように感じたのです。作品を気に入らなかったゲーテは怒って無言で楽譜を送り返してしまいました。しかしこのおよそ14年後にはシューベルトの魔王は高い人気を集めていました。ゲーテは改めてシューベルトの魔王の演奏を聴きます。
そこでこう話したと言われています。この曲を昔一度聞いたことがあるが、その時は全く気に入らなかった。だがこんな風に歌われると、全体が手に取るように見える一つの像に形作られる。しかしゲーテがシューベルトの歌曲を認めた時、すでにシューベルトは亡くなっていたのです。31歳という若さで亡くなったシューベルトは、まるで魔王に連れ去られたかのような人生でした。シューベルトの人生や他の代表作について知りたいという方は、ぜひこちらの動画をご覧くださいね。いかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけたという方は、ぜひグッドボタンで教えてください。この作品解説シリーズは、私が解説する動画以外にも、一流の音楽家の方に解説していただいたスペシャルな動画も公開しています。ぜひ概要欄の再生リストからご覧ください。厳選クラシックチャンネルでは、クラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時にクラシック音楽を楽しむ入り口となるような動画を公開しています。有名な作曲家の人生や代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団演奏家の紹介や、有名作品の解説などを配信していますので、クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方は、ぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！